皆さんこんにちは。テイルズオブシリーズ IP 総合プロデューサーの富澤です。皆さんこんにちは。テイルズオブ YouTube チャンネル管理人の戸井くんです。はい、というわけでね、アライズについてもさまざまな情報をここのとこお伝えしているわけですけれども、今回は何をフィーチャーするんでしょう。今までは製品情報、特典周りのご紹介が多かったんですけれども、今回いよいよゲームの中身のご紹介というところで、体験版のリリースをちょうど発表させてもね、はい、させてもらいました。お待たせして直後になりましたので、アライズのこのバトルシステムのご紹介をさせていただければなと思っております。いいじゃないですか。これね、今までの配信番組でもゲストの皆さんとかとバトルをちょっとこうご紹介してきましたけれども、もっとやっぱりこうね、じっくり時間使って、はい、言い切れなかったことも実はたくさんあったので、そうですね、ぜひちょっとこのアライズレポートでももう一度バトルをじっくり紹介したいということで、今日はゲストもお呼びしてるんですよね。はい、バトルシステムといえば、この方というゲストをお呼びしているので、それでは香川ディレクターどうぞ。お願いします。皆さんこんにちは。テイルズオブアライズディレクターの香川です。よろしくお願いします。はい、改めましてよろしくお願いします。全般もちろんゲームを見ていただいてるんですけど、バトル設計についてもじっくり語っていただけるだろうと思ってますが、どうですか、ここまでアライズのユーザーさんからの反応だったりご期待の声もたくさんいただいてますけど。そうですね、非常にありがたいことで、バトル面白そうとか、アライズ面白そうっていう風な声をいただいてて、非常に励みになっております。開発メンバーの本当にこう糧になっている部分がありますので、はい、最後まで一生懸命作っていきたいと思っております。という真摯なコメントも聞けたところで緊張してるんで、はい、すみませんがここはね緊張する場じゃないですよ。じゃあちょっとゆったり、はい、ぜひフランクにやっていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。まずはバトルの基本からちょっと伺っていきたいんですけれども、いわゆる今作は通常攻撃が復活しましたので、通常の本当に攻撃プラス術技という、テイルズオブらしいアクションがまず基本セットとしてあると思うんですけれども、この辺は香川さん設計方針というのはどんな感じなんでしょうか。最近のテイルズオブでは、通常攻撃ってなくなっていたものではあるんですけど、もともとテイルズオブシリーズでは、通常攻撃をまず行って、その後に、技、その後に奥義っていうのがつながるようになっておりました。コンボの流れをですね、今回も、再現できないかなっていう形で、まず通常攻撃っていうのを、入れました。今回この通常攻撃を入れるに際してですね、敵にもですね、交代というものが、ありまして、1回では即のけぞらないようなシステムになっております。で、これのですね、通常攻撃がこれを崩しやすくなるっていう風な設計になっておりまして、まず通常攻撃で敵を崩していただいて、そこから、技、奥義っていう風につなげていくときれいにコンボがつながるようになっていますので、そのような流れで遊んでいただくのがいいかなと思ってます。今回ちょっとアクションゲーム読みが強くなったみたいなところのご印象を皆様持たれていると思うんですけど、ゲージフリーでまずは通常攻撃、もちろん無限にやり続けられるわけじゃないですけれども、実際にまずは本当に切っていけるっていうのは、分かりやすさにもつながってると思うので、よりシンプルに洗練されたテイルズらしさっていうのがアライズにもあるかなっていうふうな印象ありますね。通常攻撃はそれこそ昔のテイルズみたいに回数が増えたりするんですかね。そうですね、はい、今回スキルを覚えることで、通常攻撃も増えていきますので、じゃあ今後回数がそれで伸ばせると。スキル自体はこうポイントを使って消費するので、そういうところに割り振るのか、実際に攻撃リソースを増やすのに使うのか、そういったところに迷っていただきたいなとは思っております。結構その幅はたくさんあるよね。基本アクションがかなりやっぱりスキルでこう幅広く変わっていくというのはちょっとテストプレイしていると感じるので、そこはまだ体験版ではある程度はこう決まった状態での、そうだね、ある程度解放された状態になってるんですかね。気持ちよくプレイできるような状態にもなってるけれども、スタートはもう少しこうシンプルなところから始まって、最終的にはもっともっといけちゃうみたいな、そういったスキル成長の幅もありますので、合わせてアクションとしてこうチェックする方もぜひ心留めておいてもらった方がいいかもしれませんね。はい。今作の術技使用するにあたって存在するのがアーツゲージ
というものになってますが、これはどんな思想で設計されてますかね。もともとテイルズが TP っていう風な消費するとどんどん回復しないような攻撃リソースっていうものがあったんですけれども、昨今のアクション性を増したテイルズでは、戦闘中に自動回復していくようなリソースを使ってどんどん術技を使って気持ちいい戦闘をするっていう風なやり方をしております。で今回もそれを踏襲しまして、遊んでいて通常攻撃ばっかりしかしないみたいな、そういう風な形はちょっと面白くないなと思ってますので、無限のリソース、回復するリソースを使って常に術技を出して遊んでもらいたいなと思っております。そこのバランスがね、今回僕すごくやっぱり好きで、まさにゲージがなくなったから通常攻撃だけするっていうのもやりたいことじゃないし、で逆もしかりで、そこがいいバランスでこうリジェネレートされていく関係っていうのがやっぱり一番気持ちいいし、気分も上がっていくんじゃないかなっていう感覚がずっとあったので、今回そこがすごくバランスよく実装していただいたので、すごく自分好みではあるなというところが、別に僕の好みで設計してもらったんじゃないんだけど、ストレスなくあるっていうのはね、そうですね、いいバランスだなって感じてますね。本当に常に待ってるっていう状況があんまりないような状況にしてるので、ゲージのために待つがね、僕割とちょっと個人的にストレスを感じる、やっぱりアクションしたいっていう気持ちに対して常にやれることがあるっていうこと、そうですね、それはやっぱ大事な要素だなって思っていたので、今回それがしっかりこう素直に、答えてもらえてるなと思いましたね。アクションしたい気持ちに対してっていう部分では、今回もう一つの仕様であるカウンターレイドですね、これについてもちょっとお話聞きたいなと思うんですけども。カウンターレイドはですね、もちろん気持ちよさっていうところを突き詰めていく中で生まれたものではあるんですけども、今回このカウンターレイドの前にですね、ガードが1回、なくしまして。そうですよね、特定のキャラクター、キサラだけはガードができるんですけど、それ以外のキャラクターっていうのは、回避ができるようになっております。で、ただ単にですね、回避だけをしてしまいますと、その後に攻撃に転じることができない、逃げるみたいな形になってしまいますので、そこから、攻撃うまく回避した時に攻撃に転じることができないかと思いまして、今回カウンターレイドという仕組みを入れております。いわゆるジャスト回避とかジャストガードみたいなアクション系のゲームではよく、最近は馴染み深いシステムかもしれないんですけれども、狙ってやっぱりカウンターをこう綺麗に決めて、俺のターンっていうところが本当に気持ちいい瞬間になっているので、いいと思いますけどね。大型ボスの大技をこれでかわせると、気持ちいいですよね。そうなんですよね。やっぱりカウンターやるときは敵の予兆っていうのも大事じゃないですか。敵がどんな攻撃をまさにいつしてきそうかをしっかり見るっていうこと、これの大事さっていうのが余計にこう際立つシステムでもあると思うんですが、モンスター側のそのアクションデザインにもやっぱりこの辺って関わってきたところあるんでしょうか。めちゃめちゃありまして、今回その戦闘において、アクション性をちょっと増すっていうところもあったんですけど、やっぱりアクションを増したからといってスピードがどんどん速くなってしまっては、やっぱりお客さんも難しいし、私自身もちょっとあんまり得意ではないのでできないなっていうところからですね、きちんと敵側もどんな動作をどんな攻撃をするのかっていうのを初見でも、ある程度読めるような形で、前動作がふんだんにありまして、そういったところからやばい攻撃来るなっていうのは攻撃をしながらでも見れて、さらに避けれるっていう風な形で設計しております。まずは自分がいかにアグレッシブに攻撃しながらここぞって時をカウンターで避けるかっていう、この極限の気持ちよさみたいなものは本当にアクション的な、文脈かもしれませんけど、それをしかも初見でもできるぐらいのバランスにうまく落とし込んでもらうっていうのは、なかなか実は大変なことで、でもそういったところをしっかり目指していただいて作っていってもらえてるから、テイルズらしくありつつもこれだけアクションが誰でもできるという、ド派手な展開が期待できるということなので、ぜひ皆さんも体験版でもこれはね、なんぼでもできますので、そうですね、敵の予兆を読むってことも意識してやっていただけると、よりかっこよく戦えるんじゃないでしょうか。今回キャラクターごとに特性と呼ばれるその特殊な、アビリティというかアクションが設計されてますけど、これはどんな発想で
テイルズ・オブなのでキャラクターの良さっていうものが出るように、設計をしております。でそれがさらにですねキャラクターを変えて、遊べるゲームではありますので、変えた時にですね、他のキャラでは味わえないような操作っていうのがまたそういう気持ちよさみたいなのが出せないかなと思いまして、それぞれにおいてそれぞれ違った特性っていうものをつけております。アルフェンなんか分かりやすく自分のヒットポイントを犠牲にする大技をたくさん持ってるっていうところがすごく分かりやすく伝わるというか、そうですね、リスクを落として大技決めるぜっていうのはとてもなんか男らしくて気持ちいいなとは思うんですけどね。アルフェンはですね、ストーリー上でもいろいろとその炎の剣で意味が強いので、そこら辺を生かしたキャラクターにできないかというところで、やっぱり操作するキャラの方も非常に多いと思いますので、一番気持ちいい形に落とし込めるように広範囲広威力っていうところを目指しております。ただ単純に広範囲広威力っていうのは難しいので、そこで割とヒットポイント削りながらでも、そういうことができないかと思ってます。ただですね、やっぱりヒットポイント削るってなるとちょっと使いづらいんじゃないかって思う方もいらっしゃると思うので、そういったところもいろいろと配慮しまして、そこまで減らないそこまで減らないんですけど、半分とかにはならない。先ほどのスキルっていうところで自分でもっと減らせるとか、もっと減らして威力を上げるとかも調整可能になっておりますので、僕は割ともうどんどん減らす派でスキル組んじゃったんで、意外と気が付くと瀕死になってるそうですねっていうことねありましたけど、他のキャラもどうです？なんか香川さん的にこのキャラの特性気に入ってるんだよねとか、なんかこういう思いを入れたんだっていうのはあります？シオンのブラストスナイパーなんですけれども、やっぱりちょっと普段とは違う動きっていうのが出せないかっていうところと、ちょっとミステリアスな部分と、思い切りのいい部分みたいなところがありまして、そういったところから、爆弾特殊弾を、放り投げて、ちょっと危ないキャラクターみたいなところも、出せるんじゃないかなと思っております。さらに投げた後に通常攻撃のボタンを押すことで、技が変化しまして、その変化するタイミングによって、コンボがつなげられるかとか、そういったところもシオンの楽しめるアクションになっています。一癖あるやっぱバトルキャラクターとしてやっぱり作られてて面白いなとやっぱ思いましたね。多分他のキャラクターもこの特性っていうことを理解することで、よりコンボがつながったりより良いダメージとか特徴的な動きができたり、リンウェルとかもね多分そうだと思うんですけども、やっぱり何かを貯めた上で放出するようなキャラクターっていうのもいれば、ローみたいに当たらなければどうということはないという、そうですね、ある意味バトルスキルに物を言わせていく、そういうキャラもいますよね。ローはやっぱりお調子者であったりとか、そういうところも目立つキャラクターでもありますし、やっぱりひょいひょいかわしながら戦ってるみたいなところが似合ってるっていうところで、こういう風なスキルをすることでローっぽいアクションができると思って入れております。その辺は本当にプレイヤーさんごとのバトルスタイルとか好みみたいなものもあるとは思うので、全然違う方向のキャラクターもいるんだっていうのは、長い旅の中ではやっぱりどれも楽しんでほしいという思いはやっぱありますよね。キャラクター特性っていう意味ではもう一つブーストアタック、これもいわゆる今回パーティーバトル感を演出する一つの大きなシステムだと思うんですけれども、どんな発想でまずこのシステム企画どうされたんでしょう？ブーストアタック、ブーストストライクっていう、2つのシステムが連動しておりまして、まず初めにですね、コンボをつないでいくっていう面白さがあるなと思ってるんですけども、過去シリーズで自分がやっててもショートカットを使って仲間を操作して、で連携するみたいなのが面白いなってやってるんですけど、ただ難しいんですよ。なかなか難しいんですよね。でそこをどうにかやっぱり自分でできないかなっていうところが一番最初の発想でして、こちら側からボタン一つで仲間を呼べて、そこでコンボをどんどんつないでいけるっていうシステムになっておりますので、どんどんブーストアタックを使ってコンボをつないでいっていただきたいなと思ってます。その後にこのコンボをつないでいった結果ですね、そのブーストストライクでとどめを刺すことでこの一連の流れをきれいに締めるみたいな、かっこよく連携をするっていうところがこの2つの最初の設計となっております。基本はそのコンボがよりよくつながることを
こう一つの裏の思想としながら、はい、設計していただいているのがすごく気持ちいいなと思って、プラスその締めのストライクですよね。そうですね、はい、これねやっぱり誰にプレイしていただいても最初から全員できるんですよ、まさに、何にも難しくない、けどこんなド派手なやっぱ展開が雑魚戦だろうとボス戦だろうと本当に何度も訪れて気分が高揚するっていうのは皆さん本当プレイいただいて評価をしてもらえてるところなんですけど、トイ君もどうなんかその辺今回のシステム触ってみて。それぞれのキャラクターごとにブーストアタックの特徴がこうあるじゃないですか、そこをこう戦略に組み込んでいくっていうところはもちろんこう楽しいポイントなんですけど、一緒になってブーストストライクが出た時にこれで終わりだとかを言いたくなるなっていうのが一番こうプレイしてて楽しいっていうか自分一人でワクワクしてるポイントです、精霊力を叩き込むとかもやっぱり思わず言いたくなっちゃうっていうのがなんか今までのこうもちろん非容疑も今作もありますけれども、非容疑とかに通ずる何かこう自分一人だけどこうみんなと一緒に戦ってる時のこう盛り上がり高揚感みたいなのがあってすごいこう楽しいなと思いながら遊んでるポイントですよね、確かにパーティーバトル感をそういう意味で感じるという部分では本当にこのブーストシステムの2つっていうのはプレイヤーの気分をこう上げてくれるですし、そういえばブーストストライクは今回の体験版では実はこれは出し惜しみかと言われれば出し惜しみなんですけれども組み合わせをちょっと絞ってるんですよね、はい、だいぶ絞っておりますので、実はキャラクターとキャラクターの要は掛け算というかバリエーション分全部ある、アルフェンシオン、リンウェルロー、ティオハリムキサラのある意味3種類しかやってないけど、皆さん算数できる方なら分かるかもしれないけどこうやって消していくと計種類ありますね。ここは本当に気合を入れて我々も作ったバリエーションでもあるので、ここは申し訳ないんですけど製品版で楽しみにしていただきたい。いわゆる非容疑をね皆さん楽しみにされているっていうところがテイルズオブだとあるんですけど、またこの新しいブーストストライクというこの連携の演出にまた新たに今回期待していただきたいという思いもあって作ってますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思っております。というわけでいろいろ伺ってきたんですけども、今日は早速もう実際に実機に触れてもらおうということなんですけど、なんと香川さんがスペシャルなプレゼントとして新フィールドまだ見せてくれるとはいいうことなんですけど、皆さんいかがですか。こちら若干赤涼感漂うような詳しくは言えないフィールドですがここも綺麗ですね。ちょっと夕方目の時間帯でしょうか。早速バトルしていきましょう。ツイッターだとか YouTube でお客さんからちょっと質問としていただいているところがありまして、バトル中にですね自分の操作キャラクターの切り替えができますかっていう質問をいただいてるんですけど、ここはいかがでしょうか。はい、バトル中はですね、いくつか方法があります。今ですね、まだメニュー中にですね、こうキャラクターをこう切り替えることで、操作キャラ、瞬と切り替えることができます。これは時間を停止させてきちっと誰を選びたいかみたいなところで対応できるようになっております。であとはですね、リアルタイムにですね切り替えることが可能となっております。おなじみのターゲットボタンですね、これを押しながら、左に今旗印が、出ておりますけれども、それのアイコンの、キャラクターを選択することでこうローに切り替えることができます。じゃあもう一瞬でキャラクターが切り替えられる、慣れるとこう連携してる最中にアルフェンに切り替えてからそのままアルフェン、これはなんか見せプレイがはかどりますね。ちょっとそうですね、本当に上手な人とかだとこれを生かしたなんかいろいろ連撃も考えつきそうな感じですね。飛んでるキャラなので、じゃあシオンのまずシオンで撃ち落として、ちょっと撃ち落とし、これは今のがシオンのブーストアタックですかね。シオンのブーストアタックとなっております。飛行の敵に対して撃ち落としの効果のある、特性合わせなくてもですね、先ほどのそのコンボをつなぐように連携することも重要となっておりますので、連携が途切れそうだったらローでつないでさらにコンボをつなげると。続いてですね、術技のセット数なんかについても質問をいただいているので、バトル中のこう UI を見られたお客さんが3つですね、こう術技が表示されているというのを見て、3つしかこうセットできないでしょうかっていう質問をいただいているんですけど、そんなことはありませんと。簡単にかっこよく戦闘ができるように地上技と空中技に分かれてセットできるようになっております。
ます。地上技3つ空中技3つっていう風なセットのさせ方ができると。はい、今見ていただいている、術技のセット画面なんですけど、合計、今6個ですね、このような形でセットできるようになっております。セット切り替え、はい、と書いてあるのは、自分は割と、6個でも全然できるんですけども、それじゃ足りないよとか、もっといろんな技を連携したいんだっていう方のためにですね、シフトボタンを押しながら同じボタンですねセットすることで術技が出るようになっております。じゃあ計12個セットが可能っていう形になるんですかね。っていうことですね。L トリガーを押しながら発動させればまた別のもの。それはじゃあちょっとバトル中に少し見ていただいた方がいいかもしれないですね。L トリガーを押すと表示も変わるっていう表示も変わることなのかな。はい、ほら、こんな術技があるんだよってみんなもうですねめちゃめちゃ見てるぞ。あれ覚えるんだっていうのが、はい、じゃあ実際にセットに入ってみましょう。はいふるーはい、実際にこういう風な形で、今トリガーを押していただいてるパカパカっ状態ですね。と変わりますね。空中でもはい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 切り替わるようになっております。この L トリガーを押してる間は左側のブーストゲージもキャラクターが切り替わるわけですね。L トリガープラス十字キーでサブキャラクターのブーストアタックが出せるようになっております。控えにいるキャラクターのブーストアタックも発動できるっていうのはいいですね。特に突進系の攻撃が来るぞって思ったら、じゃあキサラを呼ぶっていう。最初はやっぱりその L トリガーとの同時押しは慣れるまではちょっと手間かもしれないですけど、一度覚えてしまえば、どのキャラクターをサブの位置に置くかも全部コンフィグでね選べますんでね。ちょっと続いてまたご質問いただいているものがございまして、はい、今までテイルズ・オブシリーズにあったその作戦と呼ばれるやつですね、あれも今回にはあるんでしょうかっていう質問もいかがでしょうか。はい、今回も作戦があります。今まではキャラクターごとに作戦を細かく設定するようなものとなってまして、初見の方々から見ると難しいなって感じられた方も多かったかなと思っております。この辺りもちょっと一旦見直しまして、ある程度プリセットを用意しておりますので、選んでいただく形で、作戦を切り替えるようなことができるようになっております。これでいうとバランスよく戦いであったりとか、回復重視に戦いとか、これも戦闘中に瞬時に切り替えることが可能となっておりますので、ほぼ十分かなと思うぐらいのプリセットが用意されておりますので、自分に合った作戦を、このような形で入れていただくことが可能となっております。さらに詳細を自分で変えたいんだっていう方もいらっしゃると思います。はい、これが、作戦の今回詳細画面となっております。上から順にですね、味方の AI が判断するようになっておりまして、枠これ11個、枠が確か32そんなにあるんだ。いやでもかなりじゃあ本当に作戦の AI っていうものは細かく設計できるってことなんですね。もうバランス一択で開発を信じて戦っていただくもよし、このバランスは俺のバランスじゃないと思ったら各自こだわり抜くこともできるという、バランスよくにですね、ちょっと CP の回復がここ入ってないので、ちょっとここだけ注意していただきたいなと思っております。なるほど。今作やっぱり CP というそのゲージの重要性っていうのはやっぱり比較的高いのかなと思うんですけど、回復技を使う際に今回 CP というのを使うんですけれども、オレンジグミで容易に回復することも可能となっておりますので、きちんとアイテムで回復するっていうところをしていただきたいなと思っております。基本はその宿屋だったり野営だったりアイテムでないと自動には回復しないのが今作の CP。 CP が、なくなったらなくなったでまた野営でキャラクターたちとの楽しい会話も見れるわけですから、私はそれも楽しみにしてました。でもう一点ご質問いただいているものがございまして、いわゆるそのコンフィグ的なところですね、それがアライズではどのように実装されているのかっていうところ。アライズは今までもありましたコンフィグ設定っていうところが容易にできるようになっております。難易度の設定からですね、あと戦闘中のですね先行入力の受付時間っていうところも含めて、変えることができるようになっております。カメラスピードであったり、いつものテイルズにあるような要素っていうのも入っております。
割ともうちょっと細かく設定できるようになっておりますので、自分好みにカスタマイズしていただくのがいいかなと思います。コントローラーのキーコンフィグもあるんですね。操作しづらいなという方にはですね、自分なりのコンフィグをしていただくことが可能となっております。フィールド操作もできますし、ボトルの操作もできるようになっております。自分はジャンプボタンを変えたいよって思った人は変えていただくことは可能ということですね。そうですね。はい。体験版だとちょっとこの細かいキーコンフィグっていうところまでは実はサポートしてないんですけれども、ちょっとプレイしてみてより自分好みにしたいなという気持ちになった方は製品版ではこれだけ細かいコンフィグも可能ということになってますので、ぜひ自分好みに調整して遊んでいただければと思います。もう一個ご質問いただいておりまして、バトル中に要は控えのメンバーを呼び出してバトルメンバーの入れ替えがバトル中にも可能なのでしょうかという。じゃあ早速ですけども、はい、まずはですね、このメニューバトルメニューの編成、こちらからパーティーメンバーの入れ替えが可能となっております。じゃあキサラとローを変更しましょう。はい、ロー戦っておりますけれども、待機に戻ると変更されます。はいはい。バトル中にですねリアルタイムに変える方法としましては、まずシフトボタンでサブキャラクターを表示しまして、まず長押しで、はい、交代の、はい、今入れ替え待ちの状態になってるんですかね。で実際に変えるキャラクターをまたさらに長押しすることで、今はじゃあアルフェンとキサラを変えた形ですね。はい、今は操作キャラをそのまま変えることも可能と。なるほど、アルフェンと変わったから操作キャラも変わったってことですね。もう一回やってみましょう。はい、まずティオハリムを長押しして、次じゃあリンウェル、変わる候補リンウェル、はい、ポカッとで、はい、リンウェルと交代してそのままティオハリムがバトル中に配信しております。じゃあバトル中に敵との相性を見ながら瞬時に変えていくっていう戦い方もできるわけですね。そうですね、はい、今回は割とリアルタイムにそういうことが操作キャラクターも変えることもできますし、サブとメインのメンバーも切り替えることが可能となっております。これだけ慣れればサクサク切り替えられそうなので、まさに6人で戦ってる感っていうものは今まで以上に感じるそうですね。実際にそのサブキャラクターをブーストアタックする際には、実際フィールドには 5人のメンバーが、6人とかも出るようになってますので、割と本当にパーティーとしてアクションをさせるっていうところにも、はい、今回はこだわっています。今出していただいているのがオーバーリミッツですかね、アルフェンの。はい、これがオーバーリミッツ状態ということで、オーバーリミッツ時の特徴はどんなものになるんでしょうか。はい、オーバーリミッツ中はですね、AG のアーツゲージが切り替わりまして、オーバーリミッツのゲージに変わります。その間は、術技がいくらでも出せるという時間制で使い放題、はい、時間に応じてオーバーリミッツのゲージが減っていくんですけれども、その途中でですねボタンを攻撃ボタンを2ボタン以上同時押しすることで非容疑が発動可能となっております。じゃあもう術技を好きなように使いまくって最後の締めで非容疑っていうようなところでやろうとするんですけど、あたふたしてるとゲージがなくなるっていうね、はい、締めの非容疑が出さなきゃと思ったら出しそびれるっていうことがありますんで、そこはねぜひ慣れてほしいですね。はい、うまくゲージをゲージがなくなるまでにコンボをいろいろ出して、最後締めるっていうところでかっこよくなるんですけども、これにもまたちょっと秘密がありますので、実際に遊んでいただいて体験していただくのがいいのかなと思います。秘密がそれでは、実機等々を使って今ご説明をいただきましたけれども、改めて、本作のこのバトルの、設計における思想思いの部分だったりだとか、バトルのコツなんかとか香川さんちょっと改めてご説明いただいてもよろしいでしょうか。今作はですね、また初めてテイルズ・オブシリーズに触れていただく方にもですね、気持ちよくバトルをしていただきたいっていう思いもありますし、今まで触ってきたユーザーさんにもですね楽しんでいただきたく、奥深いっていうところも戦略性のある奥深さっていうところもある
バトルになっておりますので、まずはですねやはりお手元にこう買っていただいてバトルっていうところを触っていただくのがいいかなと思います。はい、見た目ちょっと難しいかなと思う方でも多いと思うんですけども、やってみると本当に実は簡単に気持ちよく爽快感あるプレイができますので、ぜひとも触ってみてください。今日はそういう意味ではバトルをじっくりと香川さんに紹介していただいたと思うんですが、もうそうなるとみんな早く自分でねプレイして早く触らせろというところだと思いますので、すでに告知済みの体験版、バトルだけじゃなくてね、実はこのフィールド体験全般も楽しんでいただける体験版にはなってます。例えばね、野営とか料理を作ったりとか、ぜひプレイしてみていただいて、体験版なりにちょっとやり込んでもらえるようなね、ちょっとしたサプライズもね、はい、実はあるんですよ。前回のメディア体験のレポートとかではあえて入れてない要素も皆さん用にちょっと実はプラスした体験版になってますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。今日以上でございます。わかりました。それでは、ありがとうございます。はい、香川さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、この番組まだまだねアライズレポート含めてやっていきたいと思っていますので、気に入っていただいた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、この2つ忘れずにお願いいたします。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。